皆さん明けましておめでとうございます。去年は多くの方々に動画や生放送を楽しんでもらえて嬉しいです。そして今年も1年またよろしくお願いします。このチャンネルでは日本やもしくはその周辺の国々で起こっている出来事などを紹介、解説していきます。それらを通して今私たちの身の回りで起こっていることもしくは身の回りでは起こっていないんだけど結局のところ自分たちに降りかかってくるであろうそのような様々な出来事について理解を深めることに役立ててください。というわけで今年1年最初の動画ですからまずは今年1年大きな出来事として何が起こりうるのかそのような主だったものについて簡単に解説をしていきましょう。まず日本にとって一番注目しなければならない国というのはアメリカです。アメリカは良い意味でも悪い意味でも日本へと影響をもたらす最も大きい国です。そしてアメリカにおいてハプニング的なものとして考えられるもの2つについてご紹介しましょう。まず第1は政治上のハプニング。それはバイデン大統領の突然の辞職です。これは現在何かが起こっていてバイデン大統領がいきなり明日辞職を発表するとかそういった話ではありません。ご安心ください。これはバイデン大統領が健康問題を理由として職務を執行することができなくなるリスクが存在するという話です。これは何も今に始まった話ではなく大統領選挙の時からすでに言われていたことです。しかし年月の経過といったものは基本的には前に進むことはあっても過去に戻るわけではありませんからバイデン大統領について言っても年齢はどんどんと増えていくわけでどんどんと若返るわけではありません。ですから健康問題というのは基本的には年月の進行とともにそのリスクは上昇することとなります。大統領選挙の時のようなちゃんと民主主義の働いた結果として大統領が交代する時と違い突然の辞職というものは大きな政治的な混乱をもたらすものです。特に現在におけるバイデン大統領の副大統領はカマラ・ハリス氏であり彼女については政治家としての能力が低いのではないかそういった低評価の声というものが上がっている状態ですからバイデン大統領から副大統領へと移行した時にその政治的な混乱というものは非常に大きなものとなると考えられています。そして注目しなければならないリスクの2つ目というのは経済的な問題です。アメリカにおいては新型コロナウイルスの問題もあって一時は大きな経済的な打撃を受けました。しかしその後そのような打撃を和らげるために金融政策についてはジャブジャブお金を流していこうという政策が非常にどんどんと進んでいました。しかし現在においてはそのような下支え効果もあってアメリカ経済は順調に持ち直しそしてむしろ新型コロナ前よりも勢いがあるかもしれないそれぐらいの状況になっています。しかし2022年はそうした状況が変わろうとしています。まず第一に金融政策としては引き締めの方向へと舵取りをします。ですからこれまでの通りのジャブジャブとお金が出てくる状況というものが変わるわけです。またもう一つそのような金融引き締めになった時にちょうど良いと考えられていた経済対策200兆円というものが議会で頓挫しています。これによってアメリカ国内のその市場を支えていたお金の力というものが全くなくなってしまうかもしれないそのようなリスクが存在しています。アメリカ経済の混乱というものは日本経済にも非常に大きな打撃を与えるものです。特に顕著に現れるのが株式市場です。日本の株式市場というのは残念ながら非常に脆弱な構造に今はなっています。というのも岸田政権は株式市場においては全く評価されていません。というのも格差是正というものを一つ掲げていますがその格差是正の手段として金融課税所得のようないわば株価を下げるような政策に取り組もうとしているからです。低所得の人たちにしてみると株なんかできるお金なんかないんだからそれらでも儲かっているからしっかりと税金を取りなさいという意味においてはそれなりの支持を受けるでしょうが少なくとも経済的にとってはあまり良い話ではありません。この国においては株を買うことは決して優遇されないんだなというのを見ると少なくとも積極的に買い進む勢いというものがないわけですからわざわざそのような状況のところで運用しようと特に海外勢はあまり考えないものです。割安になったら買うでしょうが割高だと少しでも感じればそれは比較論として他の国の市場で運用するものなのです。そういったわけでアメリカの注意すべきはまず政治上においてはバイデン大統領がちゃんと継続して仕事ができるかどうかそして第2の要因として注目しなければならないのは経済問題でこれから2022年はアメリカ経済に波乱をもたらすかもしれない年だということです。そして第2に注目すべき国というのは中国です。
中国というのはアメリカと違って好影響というよりも悪影響が最も顕著に出る国であり、日本としても注目せざるを得ません。ただし、今年は北京オリンピックがある関係で、この北京オリンピック開催までの間に何かとんでもないことを起こそうと自らするとは考えられません。例えば台湾有事のことを考えた場合において、北京オリンピックの開幕に合わせて台湾にミサイルを撃ち込めなどという無茶苦茶な命令などは普通は出さないでしょう。ですから政治上においても北京オリンピックがあるまではある程度はおとなしくすると考えられています。逆に言えば北京オリンピックが終わってしまえば、その後においては何が起こるかわからないまた状況へと戻ってしまうことは注意しなければなりません。そして経済的な問題で言えば、これも中国においては全くアメリカとは違った事情で注意しなければなりません。アメリカにおいてはゼロコロナではなくウィズコロナ政策で少々の被害が出ていても経済政策については推進する方向になっているわけですが、中国においてはゼロコロナ政策というものが実施されて、中国の西安市人口1300万人程度のところでロックダウンがかけられるなど、今でも新型コロナウイルスの感染者が確認されたとしては非常に強力な措置が取られることもあります。このような政策というものはオミクロン株のような感染力の強い変異株が出た場合においてはどこまでも続けることのできない政策だと考えた方が良いでしょう。現在のところは政治上、特に北京オリンピックに悪影響をもたらさないようにするためにゼロコロナ政策というものを強力に推進しているわけですが、その破綻というものはいずれやってくると考えるのが自然です。そして中国における経済問題というのは別にコロナウイルス対策だして様々な問題が起こっているだけではなく、これまで様々な要因というものが重なって成長を促進していた要因というものがこれからは剥げ落ちていくような時期へと差し掛かっています。特に資産運用の一つの柱としてまさに不動産振興を形成するようなことになっていた不動産価格については、いよいよ頭打ちになって中国国内における拡大一辺倒だった業界が淘汰の時代へと突入しようとしています。中国恒大の経営が行き詰まったというのは一つのその兆しであり、中国国内の不動産業界がいよいよもってとにかく借金をしてでもどんどんと開発して売りまくればいいんだという時代がようやく終わろうとしているわけです。この生産過程においては様々な企業が倒産するでしょうし、失業者も大量に発生することでしょう。現在のところは中国恒大については海外向けに発行していた債券についてはもう支払いがほとんど不可能だと言われる状況において、中国国内の取引先企業に対してはある程度便宜を図る、そのような中国当局のコントロールというものが少しずつ働き始めています。かつてアメリカでリーマンショックと呼ばれるような大きな金融危機をもたらしたそのような破滅的な終幕ではなく、現在のところ中国恒大についてはある程度管理下に置きつつ問題を軟着陸させようという意思が中国当局にはあるようです。しかしかつてのようなとにかく投資さえすれば儲かるみたいな、誰でも借金を喜んでしてその借金したお金で運用するなどという時代が終わろうとしているわけです。このあたりは中国にとっても大きな時代の変換というものをもたらすことでしょう。ここまでは海外で注目すべき最も分かりやすい国としてアメリカと中国の話をしてきました。もちろん当然のことですが、海外だけではなく日本自身のこともしっかりと見ていかなければなりません。今年は参議院選挙の年ですから、経済対策を大々的に行うという話が選挙前には出てくるでしょう。そして選挙で勝つためにどれだけ多くの人たちに支持してもらえることをできるか、そこもまた岸田政権に問われるところです。ただしこの点について言えば一つ特殊事情が日本にはあります。それは新型コロナウイルスに対する政策といったものを今は見直しをしなければならないのに、その見直しがうまくいっていないのではないかということがあります。新型コロナウイルスのオミクロン株は新たな変異株として非常に注目されていました。というのも感染力が非常に強く、より被害が深刻化してしまうのではないかということが言われていたわけです。実際問題、感染力が高いことはデルタ株との比較においてもはや定説となっています。一方において、じゃあ多くの人たちがそれによって亡くなるのかどうかといった点については、それぞれの国で事情が異なってきます。特に年齢が若い層を中心とした国においては、新型コロナウイルスの特性上、それほど被害が拡大するわけではありません。感染者数は増えるんだけど、その多くが症状が軽いことで終わってしまう、そのような国というのもたくさんあるわけです。実際問題、南アフリカにおいてはワクチン接種率というのは低いわけですが、日本よりも平均年齢としては20歳以上低い若い国ですから、
そもそもの被害特性としてそれほど大きな問題にはならなかったのです。また日本とその年齢層のその比較においてある程度近い国である欧米などにおいてもオミクロン株に代わって感染者数は増えたんだけど、じゃあそれによって死者がどんどんと増えるかという状況ではないことが確認されています。イギリスの保健当局はオミクロン株の入院リスクというものはデルタ株換算で考えると3分の1程度だと発表しています。そのように入院リスクが3分の1に収まっている理由というのは、まず第一に感染予防効果はワクチンには期待できなくなってしまったけれど、それでも重症化予防効果については依然発揮されている状態であり、以前よりははるかに良い状況になってきていますよということが挙げられます。また治療薬についても少しずつ生産そして配給が始まっていますから、以前よりも良い状態へとなっているわけです。もちろん亡くなっている人がゼロではない以上被害は出ているわけですが、しかし社会全体として受け止められる状態へと少しずつ変わっていることは受け止めるべき情報だと言えます。岸田政権はそうした意味においてどのような特性を持っているかとかわからない。だから最大限の防御をしようという政策をまず取りました。このことは政権の支持率上昇へと寄与したと考えられています。私自身もオミクロン株が登場した時には感染力が高いという話がまず出てきたわけですし、変異しているポイントがたくさんあるよ。これまでのワクチンが効かなくなるかもしれないという、そのような心配もありましたから、このような厳しい措置を取るのは必要かなと思っていました。ところが、オミクロン株がそのような感染力は高いんだけど、ワクチン接種率の高い状態においてはそれほど大きな問題になるわけではないし、また若い人たちに対してもこれまで通り若ければ若いほど基本的なリスクとしては下がっていくよということが変わらないというのも分かってきたわけですから、デルタ株以上のその厳しい措置というものが必要ないということは明らかになったと思います。ですが日本においては高齢者のその人口が非常に多いですから、新型コロナウイルスはまさに高齢者の人たちにとってリスクが大きい。その問題に対処するのが最も政治上においてもプラスポイントが大きいと考えて、岸田政権がこの過剰反応というものを続ける可能性があります。それは残念ながら今働いている世代の人たちにとっては最も経済的な打撃を与えるものであり、岸田政権がどちらの方が日本のために良いのかしっかりと判断してほしいものです。なぜならば現在においてはワクチンは打ちたい人についてはもうみんな打つことができる状態へとなったわけですし、また飲み薬の手配なども進んでいるわけですから、デルタ株以上の脅威ではないということが分かった以上は、デルタ株以上のその過剰反応を示すのいうのは私は間違っていると思います。2022年はそれこそ世界各国に比べてはるかに日本の方が経済的な回復が遅れているわけですし、いかに立て直すのか、そこに政府がどれだけ関与するかが大事だと思います。というわけで2022年最初の動画においてはかなりざっくりとした今年1年の注意ポイントなどについてお話をしました。今年も1年またよろしくお願いします。それではまた次の動画でお目にかかりましょう。またね。